がある。それは尊い命、古いもの生き去れ、忘れ去られゆく最初の亀はどこにいるのか。あなたの初心はどこにあるのか。はい、いつも仮面チューブをご覧くださいまして誠にありがとうございます。本日もよろしくお願いします。はい、前回はね、琉球山亀さんがどんな風に数とか把握をされているのかっていうことを沖縄亀センターさんにお尋ねしてきておりましたけれども、今回は皆さん結構気になると思うんですよね。琉球山亀さんが沖縄やんばる現地で何を食べているのか、めちゃくちゃ貴重な情報だと思うんですけども、こちらをちょっとね実際に情報をお持ちだと思いますので、もちろんね琉球山亀さんがその場所で、元気にいるために何をしてるのかっていうことを知るという意味でですね、あとは他の種類の山亀さん飼っている方とかもひょっとしたら何か、ね、野生での亀さんをこういうふうにやってるって食べているっていうのがもしかしたら参考になるかもしれませんので、そういったところの参考にもなればなと思います。はい、それでは引き続きよろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。はい。ずっと前に一回やんばる行ったことあるんですけど、その時やんばるには結構ヤスデだとか、ヘビだとか、トカゲだとか、イモリだとか、あと、いろんな本当に多種多様に、ゴキちゃんもいたかな。サツマゴキブリだったかな。なんか、そういうのも結構いたりして、結構その現地にはいたんですけれども、実際その琉球山亀さんって、そういうの食べたりするんですかね。何を食べてるんですか？はい、琉球ヤマガメは雑食性で、ミミズ、昆虫、陸生の貝類の動物質ですとか、草木の芽、果実を食べると言われております。で、168個体のヤマガメの糞を調査した研究によりますと、糞からはミミズ類の砂の、これは消化器官ですね。で、貝類の殻、ヤスデの外骨格、で、植物の種子、枯葉、砂などが見つかったそうです。で、またこの調査中に花咲ガエルを食べていたのが目視で確認されています。なるほど。本当に多種多様に食べてるんですね。両生類も食べるんだ。カエルさん両生類だからね。たまに餌用のね、ツメガエルとかをこう、亀さんにあげてる方もたまにいらっしゃいますよね。で、お庭にいたカエルをなんか、あげてるよっていう、おっちゃんもいましたけれども、はい。確かに、現地に結構ね、やんばるじゃなくても、なんか普通にいろんなところにね、巻き貝がいるんですよね。そういうの食べてるとカルシウムとか、タンパク質も豊富ですし、いや、本当に贅沢な環境ですよね。餌として、見ると。なるほど。植物だらけのね、環境ですから、その巻き貝とかもいろんなものを食べてるでしょうし、巻き貝と一緒に巻き貝を食べれば植物質も食べれるみたいな、そんな状況もあるかもしれませんしね。いやー、すごい環境ですよね、やっぱね。で、果実も食べるんですよね。はい、そうですね。はい。やっぱ果実も食べるとなると、やっぱり果実をゆく山亀さんが食べて、それで糞として未消化の種が、出て、で、それでどこかで、新しい芽が生えて、木になったり、なんか雑草になったりとかするわけですよね。まさにこれ生態系ですよね。そう考えてみても、やっぱり琉球山亀さんは大事な役割をその場で担ってんだな、というふうに思いますね。なるほど。それで、頻繁に調査をされていると思うんですけれども、調査中に何かを食べているヤマガメさん、琉球ヤマガメさんって見たことありますか？はい。ナメクジのような、カタツムリのような、この物質をこの口の周りにつけているヤマガメを見たことがあります。確かにカメさんってね、ナメクジ
カタツムリとか結構好きですからね。このナメクジもカタツムリもいろんなもの食べてるから、もう栄養満点ですよ。しかもね、ヤンバルのナメクジって、ヤンバルヤマナメクジって言って、めちゃくちゃでかいの知ってますか？めちゃくちゃでかいんですよ。っていうことはですよ、生まれた時やっぱそのナメクジちゃんもちっちゃいじゃないですか。だから、琉球ヤマガメさんは、ちっちゃいナメクジから大きいナメクジ選びたい放題っていうことですよね。いやー、だからね、いや、贅沢な環境に住んでるんですよね、琉球ヤマガメさん。いやー、すごい。いや、これね、ほんとね、もう規格外なんですよ、ヤンバルっていうのは。もう多様性とかもそうだし。いやー、ありがとうございます。すごい貴重な、はい、情報ですね。すごい面白いです。はい。それで、よくペットの、飼育の餌とかで使われる、もう養殖されて、もう餌として確立されている、フタホシコオロギって、いると思うんですけど、そのフタホシコオロギの元々の原産地でもありますよね。天然に生息してますよね、ヤンバルで。はい、そうですね。夏場はたくさんいるのを見るので、食べているかもしれませんが、実際に食べているのを目撃したことはないですね。あ、そうですか。はいなるほど。なんかね、すごい元気そうだったんですよ、フタホシコオロギ。うん。ただね、その死骸を食べたりとかいろいろあるでしょうし、フタホシコオロギこそね、雑食性だから、いろんな生き物の死骸を食べたりとか、植物質のものを食べたりとかで、本当にもういろんなものを食べれる生き物だから、それを琉球ヤマガメさんが食べたらもう、不老長寿の実を食べているようなもんで、いや、もうだからね、本当にもう、スタッフスコオロギだけじゃないですけど、もう、本当にね、もう全部が全部、琉球ヤマガメさんにとっては、不老長寿の実を食べているようなもんなんですよ。って思うんですよね。個人的な、感じ方ですけど。はい。すごい話だな。ありがとうございます。それで、調査、されていて、そうやって食べている亀さんとか、陸山亀さんとか、結構見られていると思うんですけども、お食事の他にですね、やはり、琉球山亀さん、いろんな琉球山亀さんいると思うんですよ。この琉球山亀さんは、なんかすごく珍しかったとか、すごい変わった琉球山亀さんが、いたとかっていうことって何かありますか？なんかすごいカラフルだったとか。はい。はい。ブラックライトを持っていまして、で、これを甲羅に照らすと、赤とか青に光ったのでびっくりしました。光るんですね。すごい。なんで光ったんだろはい。おそらくなんですが、苔などが甲羅についていて、ブラックライトを当てると赤くなるんだと思います。というのも、クロロフィルが、赤に反応するようです。何らかの植物が付着していたっていうことなんですね。あと、ヤマガメに、ダニがいっぱいいることに驚いたのと、甲羅に大きな損傷があって、でも元気に生きてる個体を見つけたときにすごくびっくりしました。ダニの方はあれなんですよね。カメさんについてるから、カメキララダニって言うんですよね。面白い命名の仕方ですよね。そういうダニがいるらしいんですよ。甲羅に損傷があったカメさんがいたっていうことなんですけれども、どんなことが考えられますか？怪我をしてしまった理由として。そうですね。おそらく草刈り機で甲羅を削られてしまって、損傷したということが考えられるかと思います。なるほど。交通事故とかの他に割れてしまう、人為的に甲羅が怪我をしてしまう、カメさんが怪我をしてしまうっていう事例がある可能性があるんですね。なるほど。大変だな。カメちゃん大変だな。いろいろ大変だな、本当に。あとSNS、沖縄カメセンターさんやられていると思うんですけれども、個人的に気になったのが、ひょうたん型に育っているっていう琉球ヤマガメさんですよね。あれっておそらく多分、幼体時に羊膜が
絡みついたまま乾燥しちゃって、ギュッてこう縛られた甲羅の真ん中で縛られたような状態になっちゃったりとか、あとは何か鶴とかが、自然のものが絡みついちゃったりとかして、こう、幼体児のまだ甲羅が柔らかい時とか、育ち盛りの時とかに、絡みついたままだったりとか、そのまま成長したりとかすると結構ああいうひょうたん型になったりしますよね。はい。そうじゃないかなってちょっと僕、思ったんですよ。よく草亀さんとかウミガネさんとか、プラスチックが絡まって、そのひょうたん型に育ってしまったとかいう話もよくあったりするんで、そうじゃないかなって思いました。まあ、私がの勝手な見解ですけれども。ということで、沖縄亀センターさんの SNS では、そういった多種多様な琉球ヤマガメさんの状態ですとか、どんな風に過ごしているよっていうこと、啓発目的も含めて SNS で投稿されております。X や Facebook、Instagram などをされておりますので、こちらですね、こちらに投稿されておりますので、ご興味ありましたら皆さんぜひフォローしましょう。ということで今回はね、めちゃくちゃ貴重な、もう全然調べようと思ってもなかなか出てこないんじゃないかなっていうような貴重な情報を亀さんが何を食べてるのかとか聞くことができました。ありがとうございます。はい。ということで今回もありがとうございました。ありがとうございました。それでは、また次回はですね、琉球ヤマガメさんの、現地事情について聞いていきたいと思います。いや、聞くこといっぱいありますね。もうキリがないんですけども、どんどんね皆さんもね知りたいと思います。次回をお楽しみに。以上、仮面チューブでした。また更新いたします。亀に寄り添うその心、仮面チューブでつなぐ絆、照らす笑顔、輝く瞳、未来を一緒に描いてく。現実を直視する難しさ、当たり前